ここからはプロの漫画家になりたい人たちのためにお話をしていこうと思います。認めてもらうには垢抜けろという話をしたいと思います。この原稿を送ってくれたジャン・バルニャンさん、かなり画力が高い人だと思います。これぐらいの力で例えば30ページの読み切りが書けるとかね、だったら漫画賞受賞とか担当編集者がつくっていうこともそう遠くないことだと思うんですね。この僕の漫画添削動画を見てくれてる人たちの中には漫画家志望者や漫画専門学校に通ってるとか個人的に漫画の勉強をしてるっていう人もたくさんいるので、これぐらいの書ける実力がある人もたくさんいると思います。で、一生懸命漫画描いてるのに担当編集者がつかないとか、賞は取ったけどデビューはできないとか、そういう風な人たちもいると思うんですね。で、この漫画を見た時にそういう人たちに共通することがあるので、どうして認められないのか、その理由は何っていう話をしようと思うんですね。この人の漫画を改めて僕は5つに分けて評価したいと思うんですよ。1つ画力、2つ伝える力、3つ演出力、4つキャラの魅力、5つ垢抜けてるか。で、この5つを5点が最高で評価したいと思います。そしたら僕は画力はこれかなり高いんで4以上、4.5 にしましょうか。で、伝える力、これもかなり高いと思います。何が起こってるか分かるし、キャラクターの書き分けもできていて分かりやすいんで、これはもう5を僕はつけたいですね。で、演出力、これもかなり高いと思います。4以上、4。で、こう考えるとかなり高得点なんですよ。だけど、こっから下が下がっていくんですね。で、キャラクターの魅力は僕は3かな。正直そんなにこの1ページからは個性は感じないんですけど、ただこの女の子にギャップっていう魅力があるんで、で、これ垢抜けてるか。これになると、もう僕は2ってなるんですね。途端に下がっていくんですよ。今回はこの最後のこの垢抜けてるか、これの話をしたいと思うんですけど、漫画家を目指す若い人たち、特に男子にこの傾向が高いんですが、画力高いのに演出力もあるのに分かりやすいのにデビューできない、今より上に行けないっていう人は大体これがないんですよ。垢抜けてないんですよ。垢抜けてるっていうこれがちょっとあまり聞き慣れない言葉なので分かりにくいと思うんですけど、言い換えたら洗練されてるかとか古くないかとかなんかもっちゃりしてないかみたいな感じに言い換えたらちょっとニュアンスが伝わるかと思うんですけども、パッと見て魅力的に見えないって言ったらいいのかな。このジャン・バルニャンさんの漫画ね、僕はすごい評価高いんですよ。これかなりうまいと思うんです僕。だけど絵を描かない人、漫画を描かない人にも見てもらったんですね。そしたらキョトンっていう顔されたんですよ。何がいいのかピンとこないっていう風に反応返ってきたんですね。多分僕と見てるところが違うんだと思うんですけど、じゃあその一般読者っていうか絵を描かない人たち、漫画を描かない人たちどこ見てるかっていうとここなんですよ。4と5。僕は自分が絵を描く人間なんで、このエチリさんがすげえなって思うんですよ。だって描くの難しいのが僕はわかるから。だけど絵を描かない人は、漫画を描く人は絵が上手くて当たり前だと思ってるから、ここは評価しないんですよ。だからどこ見るかっつうとこっから下なんですね。一般読者が見るところって。こうした時にこの漫画は残念だけどパッとしないっていう評価になっちゃうんですね。垢抜けてるっていうここなんですけど、ここだけ今度ピックアップしたいと思うんですけども、どこが垢抜けて見えるか見えないかっていうとこなんですが、垢抜けて見えない人、見えない理由、一つはやっぱりキャラの顔なんですよ。キャラクターの顔がなんか古い、あとどっかで見たことある、これ多いよ。例えばこのキャラクターの顔ね、僕は男性も女性もなんかどっかで見たことあるような顔に見えちゃうんですよね。特に男性の顔はこういう顔のキャラクターどの漫画にも出てくるっていうか、白い頭のツンツンヘアでメガネって俺の漫画にもいるよ、こういうキャラクターこいつは主役じゃなくて脇役みたいだから構わないっちゃ構わないけど、でも今この原稿を見ると主人公と差しで戦ってるから結構重要なキャラクターなのかなって思っちゃうんですよね。なんかもうちょっと個性が欲しいかな。でこの女の子も可愛いんだけども普通っちゃ普通っていうか、
ヘアスタイルも衣装もそんなに目新しいものがない、どっかで見たことあるような顔というか、これぐらいだったら誰でも描けそうな感じのキャラクターって言ったらいいのかな。あと地味とか、地味うまいんだけど地味とかね、これめちゃくちゃ多いです。2つ目がやっぱペンタッチです。ペンタッチ、線、これが魅力がない。例えばこの絵も、キャラクターの線とこの集中線とかスピード線の効果線がほとんど変わらないんですね、太さが。こういうところがもう魅力がないです。僕だったら絶対効果線はもっと細くするし、何を見せたいかっていうのが計算できてない証拠なんですね。これって読者が見たいのはキャラクターなんですよ。決して効果線が見たくって漫画を読んでるわけではないんですよ。だけど効果線の主張がキャラクターと同じぐらいあるんですね。あと枠線と吹き出しの線の太さがほとんど一緒とかね、こういうのもセンスがないんですよ。一本一本の線見てもサインペンで描いたみたいに端から端まで同じ太さなんですね。こういうのがダサく見える原因なんですね。自分の線ができてないんですよ。で3つ目が書き文字です。書き文字って何かっていうと、この漫画で言ったらドドドとかヒュンヒュンとかザ、この部分です。吹き出しの中の文字っていうのは編集部が写色文字という機械で打った文字を入れてくれます。だからこの人もこの死ねーとか手書きで書いてるじゃないですか。これでいいんですね。こうしとけば編集部がここは入れてくれるから、ここはもう関係ないです。字がいくら汚かろうがどうでもいいとこなんです、ここは。だけどこのドドドとかヒュンヒュンとかっていうのは漫画家が書いたものがそのまま印刷される部分なんですね。だから顔とかと同じなんですよ。この文字がセンスがないと全体がダサく見えちゃうんですね。いくらキャラクターの顔がかっこよかったり可愛かったりしたとしても、書き文字がダサいだけで全部がダサく見えます。でこれ見るとやっぱり文字がダサいんですよね。ヒュンヒュンとかドドドとかザとかっていうのが。だからこの3つ、キャラの顔の魅力と、それからペンタッチの魅力と書き文字の魅力、この3つが欠けてるので魅力的に見えないってなってるんですよね。だからよく画力があってもプロになれないって話を僕するんですけども、多くの人はここを意識するんですよ。123番を、画力の部分、伝える力も画力と言えるし、演出力も画力と言えますよね。こここだわってすごいのにデビューできない人は4と5がないんですね。キャラクターの魅力と垢抜けてない。すごい極端な話になりますけど、画力がなくても4と5があれば僕はデビューできると思います。キャラクターが魅力的で垢抜けてれば、今風だったりとか個性があったりとかすると、多分その人はプロになるでしょう。なんでかっていうと、さっきも言ったように123はあって当たり前と思ってるんです。我々絵描きが一生懸命練習したり勉強したりっていう部分がここなんですよ。123番だけど、ここは絵を描かない人たちはすごいと褒めてくれません。ここが悲しいとこなんですけど、でも我々も漫画以外、絵以外の話をされた時にそう思いませんか？例えば野球選手だったら野球上手くて当然だと思ってません？基本的なことってできて当たり前って思ってるじゃないですか、その業界にいない人たちは。だから僕ら絵描きは、イラストレーターとか漫画家とかはね、絵を描くっていう部分はいくら上手くても悲しいけど僕らが頑張ってるところっていうのはできて当たり前と思われてるから。だからこれぐらい原稿を描ける人たち、デビューできない人っていっぱいいるんですよ、山ほど。でなんでってなってるんですけども、多くの人たちは。でもここなんですよね。画力はあるのに認められない、どうしてなのって思ってる人はこの辺りを鍛えてください。キャラクターの顔が魅力的であること、ペンタッチに自分しか出せない線の味があること、書き文字がかっこいいこと、この3つを研究してみてください。そしたらもっとセンスアップすると思います。センスアップすれば認めてもらえるようになると思います。あなたの漫画はもっと面白くなります。僕はこのチャンネルで皆さんの漫画の描き方のヒントになることを配信しています。週刊連載をやった僕しか話せない体験談などを配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので、概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。